これは強敵だな。こんなの聞いてないよ。心の準備をしないと怖いです。今回の動画は K110 の完全ジャンク ESC を修理する動画です。まずお詫びです。古い SD カードを使ったので動画がカクカクしています。見づらいと思いますが、申し訳ありません。パルス線のパッドが基板から剥がれていますが、かすかにバイヤが残っています。バイヤは基板の裏表をつなぐ小さな穴です。ここにハンダが乗れば修理が楽ですがどうでしょうか。クリームハンダを使います。ハンダがつきました。剥がれたパッドの代わりになる導線をハンダ付けします。ソルダーレジストで固定します。バイヤにハンダ付けします。ついでに、マイナス線の剥がれたパッドにつながるパターンにハンダ付けしておきます。十分な量のハンダが乗りましたね。削り削り。コネクタケーブルをハンダ付けします。ケーブル類は何もついていなかったので、手持ちのものをハンダ付けしました。電解コンデンサーは問題ないのでそのまま使います。こんな感じで仕上がりました。これで動けばいいのですが、元の持ち主様が正常な ESC をバラバラにするわけないですからね。起動テストの前に、プログラムカードでデータが読み書きできるかやってみました。IC は問題ないようですね。わりません。FET を交換しました。この2つが異常な数値でした。この2つを交換すれば治りそうでしたが、すべての FET を交換しました。FET の交換はこの動画をご覧ください。概要欄にリンクがあります。起動テストしてみましょう。回りました。しばらく回しましたが、基板に異常な発熱もないので、機体につけて飛ばしてみます。パワーも十分あります。何も問題がないようです。完全に治りましたね。
ESC の故障原因のほとんどは加熱だと思うので、飛ばし終えた時に ESC を触って加熱具合をチェックすると良いです。匂いを嗅ぐのもいいですね。怖いです。治ったらモーターのテスト用に使おうと思いましたが、普通に外で飛ばせるぐらいパワーが出てます。予定を変えてハイパワー ESC に改造したり、2セル対応にしたりして遊べそうです。今後の展開にご期待くださいませ。